ウルトラベラー TV へようこそ。この番組は日本国内1000カ所以上の観光地を旅した元旅行記者の厳選スポットを紹介します。今回は見どころ丸分かり江ノ島ぶらり一周をお届けします。島に息づく龍神と三姉妹の女神に会える散策コースを一挙公開。見逃し厳禁のポイントも抑えた永久保存版ですよ。江ノ島の位置とアクセスを簡単に説明すると、神奈川県の南東部三浦半島の西側に位置します。アクセスは横浜駅から片瀬江ノ島駅まで電車で約35分、車で約40分。川崎駅から片瀬江ノ島駅まで電車で約45分、車で約50分。東京駅から片瀬江ノ島駅まで電車で約60分、車で約65分。羽田空港から片瀬江ノ島駅まで電車で約90分、車で約50分です。小田急片瀬江ノ島駅は竜宮城をイメージしたとってもユニークな駅舎。浦島太郎気分でさあ冒険開始です。さてと、亀のお出迎えはさすがにないか。潮の香りを感じながら5分くらい歩くと、この江ノ島弁天橋、長さ389メートルの橋を渡るといよいよ江ノ島です。橋を渡ると200年の歴史を誇る青銅の鳥居が、中央に掲げられた江ノ島大明神の字が輝きを放っています。鳥居に刻まれた寄進者数を見れば、江戸時代から信仰の広さを伺い知れます。青銅の鳥居から始まる弁天仲見世通り。昔ながらのお土産屋さんや洒落たお店が軒を連ねます。道幅 2.75 メートルは昔から変わらず、休日は人の流れに身を任せて歩くほどにぎわいます。仲見世を過ぎると鮮やかな朱の鳥居が。ここは交差点になっていて散策の起点。王道コースは直進です。ここから石段が多くなりますよ。鳥居の左側には江ノ島エスカーがあるので、時間のない方、体力に自信のない方にはとっても便利。高低差46メートルを4分で登ることができる屋外エスカレーターです。竜宮城をイメージさせる楼門、随神門。その名の通り、みずみずしい心でと思っていたのですが、早く先が見たいという欲に支配されていました。門の下には日本画家片岡佳代が描いたからししが飾られています。その繊細な表情や色彩はさすがですね。躍動感にあふれています。からししには御祭神の守護と参拝者の厄除けの意味が込められているんだとか。どうぞお見逃しなく。門をくぐると正面にある弁財天天童子石像は、江ノ島神社1450年を記念して奉納されました。ここにもしっかり龍がいますよ。どこにいるかわかりますか？随神門から右に進むと、右手に福石。この石で転んだ時に出世する手がかりを得た針井、
杉山和市にちなんで、ここで拾い物をすると幸せになると伝わる石。隣は和市が建てた江ノ島弁財天道標で現存する14基のうちの一つ。石段を少し登るとある手水屋。江ノ島神社は辺津宮、中津宮、奥津宮という三宮の総称で、それぞれに祀られる御祭神は天照とスサノオの制約によって誕生した三姉妹の女神です。その一つ、辺津宮は1206年鎌倉幕府三代将軍源実朝の創建。御祭神は多木津姫の命、縁結びで有名な江ノ島神社の中にあって最強パワースポットの一つ。手前にある地の輪を3回くぐって身を清めてから参拝してくださいね。辺津宮の隣にある八角堂が報安殿。ここには日本三大弁財天で有名な妙音弁財天と八臂弁財天のご尊像が奉安されています。ちなみに日本三大弁財天とは江ノ島と安芸の宮島、近江の竹生島です。報安殿の隣にある八坂神社は信仰の海上渡御や天皇囃子など江ノ島を挙げて行う湘南唯一の夏祭り神幸祭で有名。年1回毎年7月に行われます。隣にある稲荷社、秋葉社は八坂神社同様江ノ島神社の末社。江ノ島各所に点在した障子を合わせた社で、火事が多かったことから祀られたと江戸時代から伝わっています。向かい側には2つの幹が1つの根で結ばれたご神木、結びの木があります。2つの心を1つに結べますようにと、たくさんの絵馬が収められています。素敵なフレーズですね。石段を少し降りるとお岩屋道が続きます。この先は右にエスカー乗り場、左には花の広場があります。石段を登るコースで中津宮の女神様のもとへ。中津宮は853年智覚大師の創建。江戸幕府5代将軍徳川綱吉が再建しました。本殿、幣殿、拝殿からなる権現造りが特徴な鮮やかな社殿で、御祭神は市来島姫の命です。拝殿の格天井をご覧くださいませ。四季折々の花鳥画や彫刻が趣を演出していますよ。右上の羽衣をイメージした中津宮独自のマークは、もっときれいに、もっと美しく、恋をしたい、女性たちに送る市来島姫の命からのメッセージが込められています。おっと、運よくこんなお尋ね者にも出会えました。隣には日本庭園の装飾の一つ、水金窟があります。地中に埋まった瓶の空間に水を流すと美しい音色を奏でます。中津宮を後にして少し石段を登ると、江ノ島の中心部サムエル・コッキング園に着きます。
エントランスゲートの先には花に包まれた風通しの良い広場があります。奥に見える黒い屋根が温室遺構展示棟、白い建物はカフェで、横には海を一望できるマイアミビーチ広場が。イギリスの貿易商サミュエル・コッキング氏はこの地に別荘を築き大庭園を造営しました。園内の植物は自身が持ち込んだものなんだとか。石炭によって蒸気スチームを温める手法を備えたレンガ造りの温室遺構は現存する唯一のもので、文化遺産としてとても価値があります。江ノ島のシンボルとして人気の展望灯台シーキャンドル。海抜 101.5 メートルの展望台からは富士山が一望できる絶景スポット。次回はライトアップ開催時に来たい。ロマンチックだろうな。園内を出て追い綾道を少し下ると江ノ島大師があります。真っ赤な仁王像がお出迎え。石造りの本堂がおしゃれですね。美術館みたい。堂内には高さ6メートルの赤不動明王がお待ちかね。しっぽりと趣のある追い綾道を進むと、悠久の時を超え侵食を繰り返した地層が山を二分しています。山あいには相模湾が望め、風光明媚な風景を醸し出しています。雑貨屋さんや食事どころに気軽に立ち寄れる散策道は最高です。ここを抜けるといよいよ奥津宮です。鳥居は鎌倉幕府初代将軍源頼朝が奥州追討祈願のために岩屋に弁財天を祀った時に奉納したものと吾妻鏡に記されています。奥津宮のご祭神田切姫の命は三姉妹の姉神にあたります。相模湾に近い島の西方岩屋側に位置する奥津宮。海を見守る女神様の優しい眼差しを感じます。奥津宮に向かって右の灯籠には竜宮の乙姫が。左の灯籠には亀に乗る浦島太郎が彫られていますのでお忘れなく。そして拝殿の天井にいる八方睨みの亀は必見ですよ。亀は吉兆の獣とはいえ、どの角度から見ても睨まれます。怖っ。奥津宮の隣にある和田摘宮のご祭神は和田摘宮の狼。まさに江ノ島は湧出以来龍神の座すところなのです。古くから龍神と弁財天の信仰を併せ持つ江ノ島。屋根に構える龍の存在感がすごい。お宮の真下にはこの後登場する岩屋本宮があると思うとロマンを感じずにはいられません。和田摘宮から脇道を入ったところにある龍蓮の鐘。江ノ島縁起天女と小津流伝説という恋物語にあやかり鐘を鳴らしに来る人が後を絶ちません。
綺麗な音色を放ちますよ。眺めもいいので素敵なツーショットを。和辰宮から最終目的地岩屋へ。でもこの鳥居からがひたすら石段を下ります。ということは帰りは上り。まさに行きはよいよい、帰りは怖い。帰りの石段はきつかったな。ここにエスカーが欲しい。藤沢市さん、お願いします。海が見えてきました。岩屋までもう少し。突き当たったところが稚児ヶ淵、神奈川県の継承50選。これまで内陸散策が続いたので視界に広がる開放感がたまりません。この水平線に沈む夕日もまた格別なんだとか。先に進みましょう。この先縁に降りるところがあるので。濡れた岩は滑るので慎重に歩きながら岩屋の全貌をゲット。左が第一岩屋の入り口、中央が第一岩屋の出口、右端が第二岩屋の出入り口。和辰宮から歩くこと約10分。朱色の岩屋橋の先はいよいよ最北端、岩屋海食洞窟です。第一岩屋に入るとまず江ノ島の歴史と文化が垣間見れる資料が展示。ひんやりしているから夏は最高です。マジ気持ちいい。水中から浮かび上がるように立つ与謝野晶子の歌碑があります。起きつ風、吹けば瞬くろうの明かりに、雫散るなり江ノ島の道。貸してもらったろうそくがまたワクワク気分を煽ります。ただ突然天井が低くなるところがあるので頭上要注意ですよ。分かれ道、まず左から潜入しました。脇にはろうそくの明かりで浮かび上がる岸壁や石仏が神秘的な空間を演出します。奥行き152メートル地点。ここまでが見学可能領域。洞窟はこの先富士山の氷結につながっているんだとか。ミステリアスだな。さっきの分かれ道を右に進むと江ノ島弁財天信仰の発祥の地が。源頼朝をはじめとする名だたる武将や弘法大師や日蓮聖人といった高僧が祈願したと伝わります。第二岩屋に向かうとで出会う洞窟窓。頼朝もこの景色を見たのかな。なんか感慨深い。この橋を渡ると第二岩屋です。第二岩屋は天井が高いので開放感と安心感があります。奥行き56メートルで龍神伝説発祥の地。
何やら不気味な光と音が。前の方が終わるまで少し手前で待ちます。龍神はもう目の前。鳥肌が立ちます。これが江ノ島に宿る龍神様。かっこいい。感無量です。広は奥津宮を過ぎたところに左に曲がる下道があります。なだらかな道が続き、途中眺望が開ける場所で足を休めながら歩きました。赤い橋の下を通過すれば朱の鳥居の交差点です。交差点をまっすぐ進むと江ノ島ヨットハーバーを見下ろす絶景が。半世紀の時を超え2回の東京オリンピックセーリング会場として使用されました。広へ向かう途中に出会った夕暮れ、癒されたなあ。出会いと発見にワクワクしながら歩いた江ノ島。忘れかけていた無邪気にときめく自分を間違いなく感じることができた楽しい一日でした。それぞれのスポットの位置と時間の目安はこちらになります。ぜひ参考にしてください。江ノ島は半日で散策できますが、サンセットやイベント開催時のイルミネーションまで含めれば一日楽しめますよ。皆さんの応援が本当に励みになります。ぜひ評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。またお会いしましょう。